ヤードレコーズを運営してます、斉藤達也です。新潟県の新潟市の水島町っていうところにあります。うちのお店は輸入の新譜のレコードですねを取り扱ってます。ニューリリース中心にセレクトした再発とかというのも取り扱っています。ローヤードっていう単語はなくって、なんか僕が作った造語みたいなことなんですけど、ローとヤードをくっつけただけなんですけど、店のラインナップ的にローファイな音というか、パキッとしたすごいハイファイな音っていうよりはちょっとルーズなというか人間味のある音が好きで、それでローっていう言葉をつけたのと、ヤードってこう庭みたいなそういうイメージなんですけど、新潟っていう場所にあって、新潟ってざっくりと田舎の町なんですけど、新潟で生まれ育って、ここにお店開くんだからあんまり都会っぽいイメージっていうよりはちょっと土着っぽいイメージでやりたいなと思って、それをくっつけてローヤードって言葉にした方がなんかこう印象にも残りやすいし、検索にもね引っかかりやすいかなと思ってこういう名前になりました。当時身近なところにレコード屋がなかったので、お兄ちゃんのガラケーとかを借りてパワーレコードオンラインとかでなんかレコードを買ってたような気がします。高校生の頃とかに行ってた古着屋さんとかにレコードが売ってはいないけどなんか置いてたんですよね。そういうのでなんか昔の名盤とかのクラッシュとか、ラモーンズとか徐々にレコードに興味持ったっていう感じでしたかね。僕次男なんですけど、お兄ちゃんがやってることとか真似したいみたいなそういう欲があって、とにかくもう背伸びしなきゃいけないと思って、洋楽聴いてることがかっこいいんだと思って、多分お兄ちゃんのモーニンググローリーとかなんか聴いてたような気がします。その後それよりもうちょっと世代が下のイギリスのバンドとかですかね、雑誌とかで当時出てきたようなリバティーンズとかアークティックモンキーズとか、ファースト直撃世代。ね、直撃世代ですよね。地元のツタヤでなんか視聴したような気がします。なんかそういう新しいバンドが出てきて、そっちの方にどちらかというと夢中になって、古いのも並行しつつ新譜をどんどん掘り下げていったみたいな感じですね。純粋なロックっていうよりはどちらかというといろんな要素が混ざったオルタナティブな感じとかが好きだったんですね。昔で言うとニューオーダーとか、僕世代で今思い出したのがエレクトロブームとかあったんですね。ニューレイブとかクラクソンズとか、ああいうちょっとダンスっぽいロックとかやる人たちが徐々に出てきたんですね。そういうのを聞いてダンスミュージックっぽい感じとか電子音楽とかにもちょっと興味持ち始めて、テクノとかハウスとかそういうのも聞くようになりましたね。その当時2011年とかだったと思うんですけど、デンマークのねエショーっていうレーベルがあって、そこから出てたワイセージっていうバンドがいるんですけど、ポストパンクのようでありながらすごいどっちかっていうとハードコアみたいな音なんですね。激しいガチャガチャしたようなやかましいギターとかも絶叫みたいなのを歌ってて、それまでイメージしてたハードコアみたいな全身真っ黒で革ジャンでみたいなっていう感じよりは、オアシスとかそういう感じのなんかルーズな格好をしてハードコアとかをやってて、今までにないタイプの音楽だなと思って、最初やっぱりびっくりしちゃったんですね。そのハードコアとか今まで体勢が薄かったから、なんじゃこりゃってこんなの聞けねえよっていう衝撃が最初はすごいこう否定的な印象だったんですけど、妙に癖になって、音楽の聴き方って、最初パッと聞いた時の印象と徐々に変化していくというか、聞くものを広げていくことってすごい楽しいんだなって思った一枚でしたね。でも時々東京行ったりすると利用するんですけど、原宿のビッグラブレコーズさんっていう、ずっとその身近にレコード屋がないところに育って、レコード屋に行ってレコードを買うっていう感覚がすごい薄かったので、さっき挙げたアイセージもそこで知ったレコードなんですけど、自分が知らない音楽を教えてくれたりとか、そこでの会話とか知り合うお客さんとか、レコード屋に行くのって楽しいんだなって感じたお店ですね。20代の頃とかもずっとそんなにレコード好きならレコードやればいいのにって散々言われてたんですよ。でもなんか絶対やりたくなくて、苦労話もいっぱい聞いてたのと、新譜のレコードとかって他店ともラインナップが被りやすかったりするんですね。どうしても20代の頃自分でやったとしても多分ビッグラブのパクリの店になるだろうなと思って、その時はやらない方がいいなと思ってたんですね。
なんで今こうやって店やってるかっていうと、うちの店の下にダブコーヒーストアっていうコーヒー屋さんがあるんですけど、その店主もねレコード好きな人で、そのダブコーヒーストアさんでポップアップのレコード屋やることになったんですね。で最初はなんか自分の私物とか出す感じでそんなに深く考えてなかったんですけど、せっかくこうやって新譜とか買ってるんだから、自分でチョイスして新譜も置いてみようかなと思って、それが一番最初のきっかけですね。で最初はその店舗もやるつもりなくて、そのポップアップとあとオンラインサイトはね最初からあったんですけど、今自分がやってる会社の仕事と並行してやっていけたらなっていう浅はかな気持ちで始めたんですけど、ポップアップやってる最中に、ここがダブコーヒーさん上の物件の2階なんですけど、たまたま空いたっていうので覗きに来たんですね。その頃はまだ別の前の店舗のお店の内装とか残ってて、全然今みたいな感じじゃなかったんですけど、この場所を見て運命的なものというかビビッときて、やらないと後悔するんじゃないかと思って思い切って始めてみたっていう。正直あんまり今まで音楽友達というか音楽の趣味合う人とか全然いなかったんですよね。こういうお店が今までなかったですし、だからこそ自分がやらなきゃいけないなと思って立ち上がったんですけど、お店を始めたら始めたで最初に思ったのが、新しい音楽好きな人いっぱいいるじゃんと思って、地元の新潟で新婦の洋楽を聴いてる人とか、もともとこういう音楽好きだったわけではないんだけど、自分が聴いてきた音楽とは全然違うことを知りたいって言って来てくれる人が最近すごく増えて、そういう人との出会いがお店を始めて一番大きかったですかね。でクラフトビールとかソフトドリンクとかも飲めたりするんですけど、お客さんと喋ったりするのをすごく大切にしてて、どうしてもこうやってお店一人でやってると閉鎖的になりがちだったりとか、もちろん世界中からいろんなリリースの情報とかはチェックしてるんだけど、やっぱり自分もそれだけだと偏りがちになってしまうというか、お客さんと喋っててお客さんから教えてもらう感覚も多かったりとかして、うちのお店に来ることでレコードを買う以外に違う感覚を感じてもらえればなっていうのもあり、時々 DJ ブースで DJ してもらったりとか、チェーンの大手レコードショップとかだとレコード自体を買うことはできるんだけど、おしゃべりしてコミュニケーション取るとか、そのお店に滞在してお客さん同士がつながることとかって多分あんまりないと思うんですよね。うちはそれができればいいなと思ってて、うちに通ってくれるお客さん同士がなんかバンド結成したりとかするのもあって、すごいなんかびっくりしたというか、レコード屋ではあるんですけど、みんなのたまり場みたいになってくれたら嬉しいですね。いい場所に出会ったのもそうなんですけど、だんだん音楽聴くにつれて、この聴き方多分自分しかしてねえんじゃねえかって、この選び方というか、自分が見てる景色を人に伝えないことは罪なんじゃないかと思って、今だったらパクリじゃない自分独自のセレクトができるんじゃないかなと思って、ロックだったりニューウェーブとかネオワコとか、ただ純粋なロックじゃなくていろんな要素が混じり合ったオルタナティブな音楽がすごい好きで、クラシカルな要素が入ってたりとか、ハードコアっぽい感じがあったり、エクスペリメンタルな感じがあったり、その他にもダンスミュージックとかもちょっとあったりとかして、オーソドックスなハウスとかテクノっていうよりはどちらかというと前衛的な方が好きで、変なメロディー使いだったり変な音使いだったり、ちょっと変わったダンスミュージックとかが好きですね。そういういろんな要素が混じり合ったラインナップをしてますね。こうやって新風専門のお店をやってるのは、過去のものが積み重なってそれが最新の形として現れてるのが新風だと思うんですね。よく使う言葉なんですけど、伝統的なメロディーを最新の表現で聴かせてほしいっていうのがなんかこう僕の音楽の聴き方というか、音楽だけじゃなくてアートとかファッションとかでもそうだと思うんですけど、過去の影響は確かにあるんだけど、これまでとは違う一番新しい山の頂上のてっぺんのものとして現れる、その頂上のてっぺんの一番新しいところを楽しみたいっていうのが、こういう新しい音楽に出会う素晴らしさですね。全部思いつきで書いてるんですけど、よく言われるのが音楽と関係ないことばっかり書いてあるってめちゃめちゃ言われるんですよね、お客さんに。音のことも触れたりはしてるんですけど、どっちかっていうと僕の妄想話みたいなところが強くて、こういう文章を読んでなんか一番大事なのはどれだけ感情が揺さぶられるかなっていうのがすごく大事だと思うので、レコード紹介する時に80年代のディスモータルコイルのようなサウンドとか、それもすごくわかるんですけど、それだけ書いてもそんなバンド世の中5万といるじゃんっていう思うので、音と関係ないこともいっぱい多いんですけど、エモーショナルなことを載せるように
してます。僕自身視聴しないでレコードを買うことが結構多くて、文章を読むことでレコードを買うっていうのもすごい大事にしてて、で視聴して好きな音楽に出会うってことも非常に素晴らしいことではあるんですけど、視聴して判断するとどうしても自分のこれまでのアーカイブの中からしか判断できなかったりするんですね。全く聞かずに文章だけ読んでその音楽に触れることでまた自分の世界が広がるんじゃないかなと思って、文章とかはとっても大事にしてますね。これがおすすめです。これは 4AD っていうイギリスの名門レーベルですよね。名だたるバンドを輩出してるんですけど、それの2025年の新人ですね、マリア・サマービルっていうアイルランドの女性ボーカリストなんですけど、公に出る作品としては一応デビューアルバムっていう感じなんですね。で前に1回自主制作版みたいなのを出してたんですけど、それがやっぱりすごい話題になって、自主制作の後にいきなり 4AD からデビューしたっていうめちゃくちゃ大出世した女性で、 4AD 僕すごい好きなレーベルで、昔のも今のもすごい好きなんですけど、 4AD の初期の頃、黒糖筋とかああいう、ちょっと陰気なこのぐらい感じのロックとかが多くて、今の 4AD ってね、それよりもっと幅が広がったというか、ビッグシフトとかフォークなね感じとかも出してたりするんですけど、このマリア・サマービルは一番最初の頃の悲しくて暗い感じの 4AD を思い出させてくれるような、シューゲーザーとかドリームポップとかニューウェーブみたいな感じのサウンドをやってる人で、初期の 4AD みたいな影響が強いんですけど、やっぱりその頃の表現とはまた違う新しいニューウェーブだと思ってます。新潟でエクスペリメンタルルームスっていう実験音楽をレーベル化してレコード出したりとか、そういう実験音楽のイベントをやってる人がいて、海外からアーティストを招いて新潟でライブやったりとかするんですけど、そのライブ会場が新潟のお寺とかダムとかを利用してイベントを開催する面白人間で、東京とか都会の方だとすごいクラブだったりとかライブハウスとかだったりすると思うんですけど、新潟ってそういうハード面の環境が弱い分、独特な環境、ちょっと他とは違う場所でイベントを開催するのがすごい新潟っぽいなっていうイメージがありますね。雪国なんであんまり晴れとかが少ないんですね。なので初期の 4AD の暗い感じの好みに反映されたりとか、この土地のひんやり冷たい感じの空気感が音楽感を形成してくれてるような気がしますね。やっぱ雪が降る環境とか、冬の間ずっと空がどんよりしてたりとか、ああいうところに育つとイエーイみたいな音楽ね、あんまり聴かなくなるような気がするんですよね。東京は素敵なお店がいっぱいあるから僕がやらなくてもいいかなっていうのもあり、であとはさっき話したみたいな新潟で生まれたこの音楽感を生かした方がいいなと思ったんですよね。東京でもし生まれ育ってたらこういうラインナップにきっとなってないと思うんですよね。でそれで新潟でやってるっていうのがありますね。うちのお店できて今2年ぐらいなんですけど、ここ数年やっぱり面白いお店がだんだん増えてきたというか、ここのお店手掛けてくれたのがそのマイルストーンの長田さんという方なんですけど、新潟その長田さんが作った店3軒あるんです。うちが最初で、この近くにある長谷川屋さんっていうリカーショップがあって、ここからちょっと離れた古町っていうエリアがあるんですけど、そこに忠義さんっていう洋服のセレクトショップですね、そこも長田さんが手掛けてくれたっていうのもあって、こうやってちょっと個性的なお店が徐々に出てきているので、ウィンタースポーツとかフジロックとか別に興味ない人とかもぜひ遊びに来てほしいなと思います。ローファイで淡々としたみたいな音楽が好きっていうのもあるので、長田さんにお店作ってもらう時にひんやり冷たいような感じをイメージしてもらったんですね。レコード屋さん行ったことある方わかると思うんですけど、結構木の棚とかウッディな感じのお店が多くて、で僕もそれもちろん大好きではあるんですけど、クールな感じのラインナップとかをお店作りに活かせればなと思って盛んで作ってもらった棚なんですけど、鉄っぽい感じに、でもほんのり木のぬくもりみたいなのもあってすごい気に入ってます。そうですね、うちで多分一番人気なのトートバッグだと思うんですけど、レコードがいっぱい入るトートバッグですね。ピクニックやハイキングにいかがでしょうか。僕が20代の頃から好きな平野正人さんっていうデザイナーの方がいて、雑誌の挿絵とかデザインとかねいっぱいされてる方なんですけど、平野さんの DJ 聴きに行ったりとか、作品とかすごく好きで見に行ったりとかしてて、レコード愛も溢れてる方ですし、とってもセンスが素晴らしいんですよね。自分がお店作る
にあたって真っ先に思いついたのがその平野正人さんだったんですね。僕が一方的に知ってただけなんですけど、全然面識もなくってで思い切ってメールして「こんなお店始めるんです」みたいな熱い文章を書いたような気がするんですけど、そしたらもうぜひぜひっていう感じで返事をもらって、僕が東京に遊びに行った時に初めてお話をして、でそこでなんかこんな感じのレコード屋を始めるのでロゴをイメージを伝えて、でこんな素敵なカバンをというかロゴを作ってもらいました。はい。入り口のっていうのも平野さん。そうなんです。あれも平野さん手書きで書いてくれて、平野さん一回新潟で展示をしに来てくれたことがあって、ちょうどうちがオープンする時期で、その時に手書きで書いてくださいって僕がお願いして、でその場で書いてくれてっていう、はい、とっても思い入れのある看板です。はい。自分で音楽を掘り下げていくのが当たり前になったというか、Spotify とかサブスクとかで AI がいろんな音楽紹介してくれたりとか、レーベルとかアーティストとかから直接レコードを輸入できる時代になって、もしかしたらその昔ほどレコード屋とか音楽メディアとか必要なくなったのかもしれないんですけど、僕はレコード屋に行くことが大好きで、レコード屋に行くとやっぱり自分が知らないことを知れるんですね。Spotify だけだと AI が統計で弾き出したそれっぽいものをおすすめしてくれたりするんですけど、最初に話したみたいなアイスエイジっていうその全く右斜め上から来るハードコアのバンドとかに出会うことってなかなかなかったりすると思うんですね。自分が好きな音楽プラス外の世界にも踏み出してみたいっていう意味でレコード屋っていうのはとてもすごく力を持っている場所なんじゃないかなと思いますし、自分が若い頃そういう経験してきたので、これから出会うお客さんたちにそういう魅力を伝えていきたいなと思います。はい、そうですね、僕レーベルがやりたくて、ネットで音楽がとても溢れてる時代で、サブスク限定の音楽とかバンドキャンプの配信だけの音楽とかもあったりするんですけど、僕はバイナルが好きなので、とにかくレコードを作りたいなっていうのがあって、いろんな世界中の音楽とかをチェックしてて、これめちゃくちゃいいのにデータだけなのかみたいな、ちょっとそういう残念体験とかもあったりとかして、これで7インチになってくれたら絶対撮るのになとか、そういう思うことがいっぱいあって、まだフィジカルになってない作品とかをバイナルにするレーベルをやりたいなとぼんやり思ってます。